岡市って何があるのかな。高岡市は藤子 F 不二雄氏と藤子不二雄 A 氏の故郷なのだ。漫画家の人たちだよね。名前がすごく似てるよね。もともとは2人で藤子不二雄を名乗って漫画を描いていたのだ。藤子 F 不二雄氏はドラえもん、藤子不二雄 A 氏は怪物くん。笑うセールスマンが有名だよね。今回はその2人の藤子不二雄の足跡をたどる旅なのだ。いきなり駅前にブロンズのドラえもんキャラがいるよ。ここはドラえもんの散歩道なのだ。万葉の森から移設したと書いてあるよ。調べたら万葉の森という公園は駐車場になってたのだ。この藤子 F 不二雄氏のメッセージも移設されたようだね。この散歩道はドラえもんのレギュラーキャラが勢ぞろいなのだ。でも出来すぎくんはいないみたいだね。まあよく指摘されているように映画版ドラえもんに出来すぎくんが出てないから多分ここにもいないのだ。それはどういう理屈かわからないけど、まあ不遇なキャラだよね。歩いてたらこんな店があったのだ。世界に2番目に美味しいメロンパンアイス。2番目かどうかわからないけど、そもそもメロンパンアイスって初めて見たよ。ここは藤子不二雄 A 氏の漫画道によく出てくる文苑堂書店なのだ。2人で手塚治虫の漫画とかをよく買う本屋さんだよね。ただすでに本屋は廃業しててホテルになってるのだ。漫画に出てくる伝説の本屋だから看板だけ残してあるんだって。ここは高岡駅前から北側に伸びるメインストリートなのだ。ちょっとレトロで寂れた感じだよね。ここは万葉線という路面電車が走っているのだ。ドラえもんトラムっていう車両もあるらしいよ。運が良ければ見れるかもなのだ。これはコカ・コーラのラッピング車両だね。いろんなラッピング車両があるようなのだ。ここはおたや通り商店街、高岡最大のアーケード街なのだ。おたやっていうのは昔加賀藩の藩主などが使っていた宿泊施設なんだって。その名残が商店街の地名に残っているのだ。でもこの商店街立派なのにあまりお店が開いてない感じ。広場のような場所で地元のイベントみたいのがにぎわってるくらいなのだ。アーケードは立派なのになんだか寂しい感じだね。ただこの商店街を抜けていくと漫画道に出てくるスポットがあるのだ。なんだかアニメの聖地巡礼みたいになってきた。今の商店街を抜けてまっすぐ歩いてきたここにそれがあるのだ。これって大仏だよね。こんな街中にいきなり大仏出てきてびっくりしたよ。これが高岡の有名スポット高岡大仏なのだ。これが漫画道に出てくるスポットなの。そうなのだ。この前を2人で通るシーンがあるのだ。本当だ、全く同じ場所だ。すごい立派な大仏だね。日本三大仏の一つなのだ。後ろの輪っかがなんかかっこいいよ。これはなかなかすごい大仏だ。この大仏の下に入ることもできるのだ。中はこんな感じになってるんだね。さらにぐるっと円形の通路になってるのだ。うわ、なんか迫力あるね。でもなんだかちょっと怖い感じなのだ。歩いてたらこんなレトロな感じの喫茶店があったよ。この看板が古さを物語っているのだ。ここ
通りだね。江戸時代から続く商人町らしいのだ。なんかレトロな建物があるよ。これは山頂バレーといって昔の文武将の家を改造した商業施設なのだ。中はどうなっているのかな。ちょっと見てみるのだ。中はちょっとした昔の街並みみたいになってるよ。建物ごとにお店が入って商業施設を構成しているのだ。これが店内のマップになってるようだよ。ここはランニンググッズの専門店みたいだよ。ここは主に銅でできたさまざまな製品があるお店なのだ。ここは和食のお店かと思ったら太鼓式マッサージとヨガのお店だって。ここはレトロとモダンを融合したセンスの高い施設という感じがしたのだ。本当だね。すごくおしゃれな感じがしたよ。この山頂筋には他にもレトロな建築がたくさんあったのだ。ここはチェアって書いてあるし古民家の喫茶店みたいだね。この通りは土蔵造りの街並みと言われていて重要伝統的建造物群保存地区でもあるのだ。かなり古い建物が残っているよね。こうやって見ると通りとして今の時代までよく残ってたと思うよ。よく昭和レトロ施設で見るポストがあるのだ。現役でこのポストが使われてるんだ。この建物も古いのだ。これも古い看板建築だよね。思ったより藤子不二雄に関するものはあまり見つからなかったよね。確かに高岡駅周辺ではあまり藤子不二雄を使った町おこし的なことはしてないようなのだ。また明日以降藤子不二雄に関するものを探しに行ってみよう。ということで今日は晩ご飯に高岡名物を食べて締めるのだ。夜の高岡駅に戻ってきたのだ。これは高岡の街を元気にするアミタン娘っていうキャラクターらしいよ。こっちは藤子 F 不二雄ふるさとギャラリーのポスターなのだ。これは面白そうだしぜひ行ってみよう。夜の高岡駅前なのだ。なかなか綺麗な感じなのだ。人は少なめだけどなかなか雰囲気はいい感じだね。万葉線ってライトレール式の車両も走ってるんだね。万葉線の車両って古い路面電車のと新しいライトレール式が混在しているようなのだ。晩のご飯どこで食べようか。高岡の夜の街を散策してみるのだ。屋台村横丁だっていろいろお店がありそうだよ。なかなか良さそうなのだ。でももう少し歩いてみるのだ。ここはおでんのお店みたいなのだ。あえよおでんだって。でも人は少ない感じなのだ。そうだね。なんか寂しい感じだよ。ここなんかビル自体が暗すぎて営業してるかよくわからないよ。無料案内所もあったけど閉まっているのだ。まあ
そんなに広い範囲でもないみたいだね。ちょっとかっこよさげなビルもあったのだ。こっちもモダンな感じだよ。ちょっとヤバそうな路地もあったのだ。まあでもあまりにぎわっていない感じで寂しいね。やっぱり駅前に戻って何か食べるところを探すのだ。富山県の名物ってなんだろうか。そういえば富山県のご当地ラーメンがあるらしいのだ。これだね、富山ブラックラーメン。ここはすごく並んでいるのだ。高岡でもご当地ラーメン人気はすごいんだね。これが富山ブラックラーメンなのだ。本当にスープが真っ黒だ。このスープは醤油に詰めて作っているらしいのだ。味が濃いからご飯と一緒に食べたくなるね。とろろ昆布おにぎりとこのコロッケも高岡名物なのだ。とろろ昆布おにぎりって富山県のローカルフードなんだって。ではいただきますなのだ。これは濃いめの味が好きな人にはおすすめだね。このおにぎりも中はゆかりが入っていてあっさりしてて美味しいのだ。ということで藤子不二雄の足跡の旅は次回に続くのだ。最後まで見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回なの